例のことね、すっかりわかりましたよ。昨べです。昨夜、床の中でね、はっと気がついたのです。どうもすいません。やっぱり私の思い違いでした。一度もお会いしたことはないのです。しかし、お会いしてはいないけれど、まんざらご縁がなくはないのですよ。あなたはもしや、北川澄子という女をご存知じゃないでしょうか。やぶから棒の質問で、ちょっと驚きましたが、北川澄子という名を聞くと、遠い遠い昔の華やかな風が、そよそよと吹いてくるような感じで、数日来の不思議な謎が、いくらかは解けた気がしました。知ってます。でも、ずいぶん古いことですよ。14、5年も前でしょうか。私の学生時代なんですから。というのは、いつかもお話ししました通り、私は学校にいた自分は、これでなかなか交際家でして、女の友達などもいくらかあったのですが、北川澄子というのは、そのうちの一人で、特別に私の記憶に残っている女性なのです。バツバツ女学校に通っていましたがね、美しい人で、我々の仲間のカルタ会なんかでは、いつでも第一の人気者、というよりはクイーンですね。美人な代わりにはどことなく剣があり、こう近寄りがたい感じの女でした。その女にね、実は私は惚れていたのですよ。しかもそれが恥ずかしながら片思いというわけなんです。そして私が結婚したのはやっぱり同じ女学校を出た仲間では第二流の美人。いや、今じゃ美人どころか手に負えないヒステリー患者ですが、当時はまあまあ住人並みだったご承知のお園なんです。手頃なところで我慢しちまったわけですね。つまり、北川澄子という女は、私の昔の恋人であり、家内にとっては学校友達であったのです。しかしその澄子を、三重県人の田中がどうして知っていたか、また、それだからといって、なぜ私の顔を見覚えていたか、どうも腑に落ちないのですね。そこでだんだん聞き立たしてみますと、実に意外なことが分かってきました。田中が言うには、ちょうどその前の晩に、寝床の中ではっとあることを思い出したのだそうです。どういうわけで私を見覚えていたかについてですね。で、すっかり疑問が解けてしまったので、早速そのことを私に知らせようと思ったのだけれど、あいにくその日は就職のことで先約があったために、私のところへ来ることができなかったというのです。そんな断りを言った後で、田中は机の引き出しから一つの品物を取り出して、これをご存知じゃないでしょうか、というのです。見ると、それは生めかしい懐中鏡なんですね。だいぶ流行遅れの品ではありましたが、なかなか立派な若い女の持っていたらしいものでした。私が一向知らないと答えますと、でもこれだけはご存知でしょうね。田中はそう言って、なんだか意味ありげに私の顔を眺めながら、その二つ折りの懐中鏡を開き、塩瀬らしい切れ字にはめ込みになった鏡を器用に抜き出すと、その後ろに隠されていた一枚の写真を取り出して、私の前に突きつけたものです。それが驚いたことには、私自身の若い自分の写真だったではありませんか。この懐中鏡は私の死んだ姉の形見です。その死んだ姉というのが今言った北川澄子なのですよ。びっくりなさるのはごもっともですが、
実はこういうわけなんです。そこで田中の説明を聞きますと、彼の姉の澄子はある事情のために小さい自分から東京の北川家に養女になっていて、そこからバツバツ女学校にも通わせてもらったのですが、彼女が女学校を卒業するかしないに、北川家に非常な不幸が起こり、やむを得ず、郷里の実家に、つまり田中の家に引き取られて、それからしばらくすると、彼女は結婚もしないうちに病気が出て死んでしまったというのです。私も私の家内もうかつにもそうした出来事を少しも知らないでいたのですね。実に意外な話でした。で、その澄子が残していった持ち物の中に一つの小さな手文庫があって、中には女らしく細々した品物がいっぱい入っていたそうですが、それを田中は姉の形見として大切に保存していたわけです。この写真に気がついたのは姉が死んでから1年以上も経った時分でした。田中が言うのですね。こうして懐中鏡の裏に隠してあるのですから、ちょっとわかりません。その時は何でも暇に明かして手文庫の中の品物を検査していたのですが、この懐中鏡をひねくり回しているうちに、ひょっこり秘密を発見してしまったのです。で、昨夜寝床の中でその写真のことを思い出し、それですっかり疑問が解けたわけでした。なぜと言って、私はその後も折があるごとに、このあなたの写真を抜き出して、死んだ姉のことを思い浮かべていたのですから、あなたという人は私にとっては忘れることのできない深いおなじみにそういないのです。先日お会いした時にはそれをどう忘れして、写真ではなく実物のあなたに見覚えがあるように思い違えたわけなのです。またあなたにしても。田中はニヤニヤ笑うのですね。写真までやった女の顔をお忘れになるはずはなく、その女の弟のことですから、私に姉の面影があって、それをやっぱり以前にあったように誤解なすったのではありますまいか。聞いてみれば、田中の言う通りにそういないのです。しかし、それにしても腑に落ちないのは、写真はまあ、いろいろな人にやったことがあるのですから、澄子が持っていても不思議はありませんけれど、それを彼女が懐中鏡の裏に秘めていたという点です。なんだか彼女と私と立場が反対になったような気がしましてね。だって片思いの私の方にこそそうした仕草をする理由はありましょうが、澄子が私の写真などを大切にしている道理がないのですからね。ところが田中にしてみますと、私と澄子との間に何か妙な関係があったものと独断してしまって、もっともそれは無理もありませんけれど、その関係を打ち明けてくれと言って迫ってくるのです。で、彼が言うのですね。姉の死因は無論主として肉体的な病気のためにはそういないけれど、弟の自分が見るところでは他に何かあったのではないかと思う。というのは、例えば生前起こっていた縁談に姉が強硬に不同意を唱えたことなどから考えると、誰か心に思い詰めている人があって、それが意のままにならないというようなことが姉の死を早めたのではないかとね。実際澄子は国へ帰ってから一種の憂鬱症にかかり、それの続きのようにして死病に取りつかれたのだそうですから、田中の言うところももっともではあるのです。さあ、そうなると、いい年をしていて、私の心臓はにわかに鼓動を早めるのですね。
虫のいい考え方をすれば、片思いは私の方ばかりでなくて、澄子も同じように言い出しかねた恋を秘めて、恨めしい私たちの婚礼を眺めていたのだとも想像できるのですから。あの美しい澄子がそうして死んでいったとすれば、私はどうすればいいのでしょう。嬉しいのですね。なんだかこう、涙が喉のところへこみ上げてくるほど嬉しいのですね。でも一方では、こんなことが果たして本当だろうか、という心持ちもあるのです。澄子は私などに恋するには、あまりに美しく、あまりに気高い女性だったのですから。そこで私と田中との間に妙な押し問答が始まったのですよ。私は大事を取るような気持ちで、そんなことがあるはずはない、と言えば、田中は、でもこの写真をどう解釈すればいいのだ、と詰め寄る。で、そうして言い合っているうちに、私はだんだん感傷的になっていって、ついには私の片思いを打ち明けて、そういうわけだから、澄子さんの方で私を思っていてくれたなんてことはありえないと。実はその反対をどれほどか希望しながら、まあ、強弁したわけなんです。ところが、話し懐中鏡をもてあそんでいた田中が、ふと何かに気がついた様子で、やっぱりそうだと叫ぶのですよ。それが大変なものを発見したのです。懐中鏡のサックは、さっきも言ったように塩背で作った二つ折りのもので、その表面の麻の葉つなぎかなんかの模様の間に、澄子の手すさびらしく、目立たぬ色糸で、英語の組み合わせ文字の刺繍がしてあったのですが、それが愛の字を S で包んだ形にできているのです。私は今までどうしてもこの組み合わせ文字の意味がわからなかったのです。田中が言うのですね。S はなるほど澄子の頭字かもしれませんが、愛の方は実家の田中にも陽家の北側にも当てはまらないのですからね。ところが今ふっと気がつくと、あなたは栗原一蔵とおっしゃるではありませんか。一蔵の頭字の愛でなくて何でしょう。写真といい、組み合わせ文字といい、これですっかり姉の思っていたことがわかりましたよ。重ね重ねの証拠品に、私は嬉しいのか悲しいのか、妙に目の内が熱くなってきました。そういえば、十数年以前の北川澄子のいろいろな仕草が、今となってはいちいち意味ありげに思い出されます。あの時、あんなことを言ったのは、それでは私への謎であったのか、あの時こういう態度を示したのは、やっぱり心あってのことだったのかと、年がいもないと笑ってはいけません。次から次へ甘い思い出にふけるのでした。それから私たちはほとんど終日、田中は姉の思い出を、私は学生時代の昔話を、事実が遠い過去のことであるだけに、少しも生々しいところはなく、また嫌味でもなく、ただ懐かしく語り合いました。そして別れる時に、私は田中にねだって、その懐中鏡と澄子の写真等をもらい受け、大切に内懐に抱きしめて家へ帰ったことでした。考えてみれば、実に不思議な因縁と言わねばなりません。偶然浅草公園の共同ベンチで出会った男が、昔の恋人の兄弟であって、しかもその男から
まるで予期しなかったその人の心持ちを知るなんて。それも私たちが以前に会っているのだったら、さして不思議でもないのですが、まるで見ず知らずの間柄で、双方相手の顔を覚えていたのですからね。そのことがあってから当分というものは、私は澄子のことばかり考えておりました。あの時私になぜもっと勇気がなかったかと。それも無論残念に思わぬではありませんが、何を言うにも年数の経ったことではあり、こちらの年が年ですから、そんな現実な事柄よりは、単になんとなく嬉しくて、また悲しくて、家内の目を盗んでは、形見の懐中鏡と写真とを眺め暮らし、夢のように淡い思い出にふけるばかりでした。しかし、人間の心持ちは、なんと妙なものではありませんか。そんな風に、私の思いは決して現実的なものではなかったのに、ヒステリー患者とは言いながら、これまでさして嫌にも思わなかった家内のお園が、際立っていとわしくなり、澄子が眠っている三重県の田舎町が、そこへ一度も行ったことがないだけに、不思議にも懐かしく思えるのですね。そしてしまいには、巡礼のようなつつましやかな旅をして、澄子のお墓参りがしてみたいとまで願うようになったものです。こんな風な言い方をしますと、今になっては体がねじれるほど嫌味な気がしますけれど、当時は子供のような純粋な心持ちで、本当にそれまで思い詰めたものなんです。田中から聞いた彼女の優しい戒名を刻んだ石碑の前に、花を手向け、香を焚いて、そこで一言、彼女に物が言ってみたい。そんな感傷的な空想さえ描くのでした。無論、これは空想に過ぎないのです。たとえ実行しようとしたところで、当時の生活状態では、旅費を工面する余裕さえなかったのですから。で、お話がこれでおしまいですと、いわば四十男のおとぎ話として、たとえおのろけとはいえ、ちょっと面白い思い出話に相違ないのですが、ところが、実はこの続きがあるのですよ。それを言うと、非常な幻滅で、まるきりたわいのない落とし話になってしまうので、私も先を話したくないのですけれど、でも、事実は事実ですから、どうも仕方ありません。あんなことでうぬぼれてしまった私にとっては、いい見せしめかもしれないのですがね。私がそんな風にして、死んだ澄子の幻影を懐かしんでいるある日のことでした。ちょっとした手抜かりで、例の懐中鏡と澄子の写真とを、私のヒステリーの家内に見つかってしまったわけなんです。それを知った時には困ったことになった。これでまた4、5日の間は激しい発作の重りをしなければなるまいと、私は一層覚悟を決めてしまったほどでした。ところが意外なことには、その2品を前にして私の破れ机のところに座った家内は一向ヒステリーを起こす様子がないのです。そればかりか、ニコニコしながらこんなことを言うではありませんか。まあ、北川さんの写真じゃありませんか。どうしてこんなものがあったの？それに、まあ珍しい懐中鏡。ずいぶん古いものですわね。私の氷から出てきたのですか？
もうずっと前になくしてしまったとばかり思っていましたのに。それを聞きますと、私はなんだか変だな、とは思いましたが、まだよくわからないで、ぼんやりしてそこに突っ立っておりました。家内はさも懐かしそうに懐中鏡をもてあそびながら、私がこの組み合わせ文字の刺繍を置いたのは学校に通っている頃ですわ。あなた、これがわかって。そう言って30歳の家内が妙に色っぽくなるのですよ。一蔵の愛でしょ、園の S でしょ。まだあなたと一緒にならない前、お互いの心が変わらないおまじないに、これ縫ったのですわ。わかって。どうしたのでしょうね。学校の修学旅行で日光に行った時、途中で盗まれてしまったつもりでいたのに。というわけです。お分かりでしょう。つまり、その懐中鏡は、私が甘くも信じきっていた隅子のではなくて、私のヒステリー女房のお園のものだったのです。園も隅も頭字は同じ S で、とんだ思い違いをしたわけです。それにしても、お園の持ち物がどうして隅子のところにあったか、そこがどうもよくわかりません。で、いろいろと家内に問いただしてみましたところ、結局こういうことが判明したのです。家内が言いますには、その修学旅行の折、懐中鏡は財布などと一緒に手提げの中へ入れて持っていたのを、途中の宿屋で誰かに盗まれてしまった。それがどうも同じ生徒仲間らしかったというのです。私も仕方なく、隅子の弟との開口のことを打ち明けたのですが、すると家内は、それじゃあこれは隅子さんが盗んだのにそういない。あなたなんか知るまいけれど、隅子さんの手癖の悪いことは、宮中でも誰知らぬものもないほどだったから。じゃあきっとあの人だわ。というのです。この家内の言葉がでたらめや勘違いでなかった証拠には、その時にはもう抜き出してなくなっていた鏡の裏の私の写真のことを覚えていました。それも家内が入れておいたものなんです。多分澄子は死ぬまでこの写真については知らずに過ぎたものに相違ありません。それを彼女の弟が気まぐれにもてあそんでいて、偶然見つけ出し、とんだ勘違いをしたわけでしょう。つまり、私は二重の失望を味わわねばならなかったのです。第一に、澄子が決して私などを思ってはいなかったこと。それから、若し家内の想像をまこととすれば、あれほど私が恋したっていた彼女が、見かけによらぬ泥棒娘であったこと。ははははは。どうもご退屈様。私のバカバカしい思い出話はこれでおしまいです。オチを言ってしまえば、この上もなくつまらないことですけれど、それがわかるまでには、私もちょっと緊張したものですがね。